皆さんこんにちは。三島由紀夫でございます。今日は今すぐ縁を切るべき人などといういささか下世話で、しかし現代日本では極めて切実なテーマについて本音で切っていきましょう。覚悟はよろしいですね。まず申し上げたいのは、縁を切るかどうかを性格の相性で語る時点で日本人はもうだいぶ精神が弱っているということです。相手が優しいか、話が合うか、価値観が近いか、そんな甘ったれた基準はただの居心地ランキングです。本当に問うべきは一つだけ。あなたの魂にとってその人は毒か薬か、それだけです。私が生きた昭和という時代は、戦争と敗戦と高度成長の中で、人間関係にはまだ命や国家や真偽が多少はかかっておりました。ところが令和の人間はどうか。フォロワー数といいねと職場政治のために平気で自分の美意識を売り渡す。こんな世界で縁の整理をしないのは自殺志願者か、ただの惰性の塊です。では、どんな人間と今すぐ縁を切るべきか。きれいごと抜きで5つお話ししましょう。第1、真実より場の空気を重んじる人。これは私に言わせれば、現代日本で最も増殖している害虫です。自分の意見を持たない、責任も取らない。その代わり、空気だけは読む。会議でも飲み会でも、誰かが明らかな嘘をついている。数字も事実もねじ曲げている。ところが彼らは、それを指摘する人間を空気の読めないやつとして排除する。真実を言うものではなく、真実を黙殺する者が大人として評価される。こんな職場、こんな友人関係、あなたの人生の何の役に立ちますか？私が今すぐ縁を切れと申し上げるのは、空気を守るためにあなたの誠実さを切り捨てろと迫ってくる人間です。ここだけの話だけどさ、が口癖で嘘もごまかしも組織のため、チームのためと言い換え、あなたの良心を安っぽい忠誠心にすり替えようとする。そういう連中はいざとなれば真っ先にあなたを裏切ります。真実より保身を選ぶ人間はどの時代でも卑怯者なのです。第2、あなたの時間を食いつぶす人。日本人は時間泥棒に対して驚くほど寛容ですね。締め切りを守らない。待ち合わせに平気で遅れる。だらだらと目的のない飲み会に誘う。愚痴と悪口だけの電話を深夜まで続けさせる。そういう人間はあなたの命を削っているんです。時間とは命の断面です。私が原稿の締め切りを1秒たりともおろそかにしなかったのは、美意識の問題であると同時に時間に対する恐れからでした。ところが現代の多くの人間は他人の時間を奪うことにほとんど罪悪感を持たない。忙しいなら忙しいって言ってよ。既読ついてるのに返事ないのはおかしくないと、相手の生活や精神状態を一切考えず、自分の要求だけを押し付けてくる。こういう人間と付き合っていると、あなたは自分の人生を生きる時間を失っていきます。特に愚痴と不満だけをひたすら垂れ流す人。彼らは自分の問題を解決する気などない。あなたを無料のカウンセラーとして使いたいだけです。あなたの優しさを消費して自分の停滞を正当化する。そんな人間に時間を与えるくらいなら、本を一冊読みなさい。筋トレをしなさい。散歩をしなさい。その方がよほど健全で美しい。第3、あなたの努力と夢を面白がって踏みにじる人。現代の日本には直接的な暴力を振るう人間は減りました。しかし、その代わり、嘲笑という陰湿で卑劣な暴力が蔓延している。そんなの無理に決まってるじゃん。お前がやっても意味ないって。夢見てる年齢じゃないでしょ。こういう言葉は一見すると冗談、ノリ、ツッコミのように装っています。しかし、その実態は挑戦する者への嫉妬であり、嫉妬を隠すための先制攻撃です。私が文学に身を投じ、肉体を鍛え、日本という国家の行く末にまで口を出したのは、世間から見れば痛い人だったでしょう。実際死んだ後も、私を芸人だ、構ってほしいだけのやつだと片付けたがる向きは多い。しかしそうやって他人の真剣な試みを笑い物にしているうちに、彼ら自身は何一つ書けず、何一つ生み出さず、一生を終えるのです。あなたの周囲にもいるでしょう。あなたが新しい勉強を始めたといえば、意識高いね、と言ってくる人。転職を考えていると打ち明ければ、現実見ようよと諭してくる人。起業したい、留学したいと言えば、失敗したらどうすんのと、失敗の責任など引き受ける気もないくせに、上から目線で説教してくる人。で、そういう人間は、あなたの未来にとって単なるノイズです。アドバイスのふりをした呪いの言葉からは、今すぐ離れなさい。第4、あなたの罪悪感を巧みに操作する人。これは恋人でも配偶者でも親でも上司でも誰でも成り得ます。ポイントは一つ。あなたが悪くないのになぜかいつも
自分が悪い気がする関係。それは相手の術中にはまってます。あの時助けてあげたよね。君のためを思って言ってるんだよ。普通はこうするでしょう。この主の言葉は一見すると優しさや常識のように聞こえますが、実はお前は俺の期待に従えという命令に過ぎない。私が敬遠をしてきたのはまさにこの偽りの善意です。権力や立場を利用してお前のため、家庭のため、会社のためと言いながら、実際には自分の支配欲を満たしているだけの人間。彼らは殴りはしない。暴言も吐かないかもしれない。しかし、あなたに申し訳なさと恐れを植え付けることで自由を奪っていきます。笑顔で首輪をかけてくる犬飼いのようなものです。こういう関係から抜け出すのに相手の許可はいりません。嫌われたくない、迷惑をかけたくないと考えるからあなたは捕まるのです。そのいい人でいたいという虚栄心をまず捨てることです。縁を切るというのは時に最も残酷で、しかし最も誠実な自己防衛です。第5、そしてこれが最も重要ですが、あなたが自分の美意識を曲げてまで付き合っている人、これは毒親やブラック企業の上司だけを指しているんではありません。もっと細やかなレベルでも山ほどあります。本当は行きたくない飲み会に愛想笑いを浮かべて出席する。本当はくだらないと思っている企画に手を挙げて賛成する。本当は下品だと感じている会話に合わせて下ネタを笑ってみせる。そうやって自分の感受性をねじ曲げてまで維持している人間関係は全て即刻解体すべき縁です。人間は繰り返し嘘をついていると、その嘘に賃貸が慣れてきます。自分の中のこれは嫌だという小さな叫びを黙殺し続けるうちに、その声自体が聞こえなくなる。そうして気づいた時には、何が好きで何が嫌いかすらわからない、便利で従順な消費者になっている。私が生涯かけて守ろうとしたのは、この最後の感受性です。他人に笑われても、時代遅れだと言われても、これは美しい、これは卑しいと自分で判断する能力。それを奪おうとする人間とは、たとえ家族であろうと、たとえ長年の友人であろうと距離を置かなければならない。さて、こう申し上げると多くの方は不安になるでしょう。そんなことを言っていたら誰とも付き合えなくなってしまうのではないかと。いいですね、それで。現代人は孤独を極端に恐れすぎています。しかし、本当に恐れるべきなのは、群れているのに孤独な状態です。上辺だけの関係に囲まれ、互いに疲れさせ合い、監視し合い、消費し合っている。そんな群れの中にいるくらいなら、一人で本を読み、一人で空を見上げ、一人でコーヒーを飲んでいた方が、はるかに人間らしい。自分が誰なのかわからないまま、人に合わせることだけ上手くなっていく。それは、存在の自殺です。縁を切るという行為には必ず痛みが伴います。罪悪感も湧くでしょう。相手から批判もされるでしょう。冷たい、自己中、変わったね、と言われるかもしれない。しかし、それはあなたがいい人という仮面を脱ぎ捨てた証拠でもあります。仮面を被り続ける人生か、顔を晒して生きる人生か、どちらを選ぶかはあなたの自由です。ただし美髪常に仮面を拒みます。最後に一つだけお伝えしておきましょう。縁を切る覚悟を持った時、初めて本当に結ぶべき縁が見えてきます。言葉と行動が一致している人、あなたの時間を尊重する人、あなたの努力と夢を笑わず静かに応援してくれる人、あなたの罪悪感ではなく責任感を育ててくれる人、そしてあなたの美意識を尊重し、時には厳しく問い直してくれる人、そういう人との関係は数ではなく質です。フォロワーが何万人いようが、あなたの魂を守ってくれる人間は人生でほんの数人いれば十分。あとは全部程よい距離の縮んでいい。さあ、ここまで聞いてしまったあなたにはもういいわけはできません。今あなたの周りにいる人間を一人一人思い浮かべてみてください。その中でこの人と一緒にいる自分は好きだと胸を張って言える相手だけを残しなさい。残りは静かにフェードアウトすればいい。ブロックしてもいい。連絡を減らしてもいい。法律も道徳もそこまで細かく口を出してはきません。あなた自身が自分の人生の編集長になるのです。人間関係という原稿を書き直しなさい。誤字だ辻だらけの原稿をいつまでも抱きしめている作家はいません。あなたの人生にふさわしい登場人物だけを残せばいい。その決断を恐れない人間だけが本当に自由になれるのです。では、今日はこの辺で、あなたが明日一本の電話を切り、一つのグループから抜け、一つの嘘をやめることを密かに期待しております。